おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、ちょっと皆さんの悩みに、少しでも寄り添えるようなことができればなと思いまして、今回は絵が上手くなりたいあなたへということでお届けしたいと思います。これは結構美術業界では、一度学校に通ったりしたことがあるという人なら、必ず言われてきたようなことやと思いますが、私のYouTube の視聴をされている方は案外、独学という方も多かったりしますし、これから始めるという方とか、ちょっと伸び悩んでるなという方、最後までご視聴いただければと思います。いくつかやっぱりポイントがあると思うんですが、まず一つにですね、自分の作品自体が見えていないという方が案外いるんですね。見えていないってどういうことって思われるかもしれませんが、夢中になってものすごく近くでぐーっと描いていったりするとね、すごくやってる時は気分が良くて、めっちゃ楽しい、めっちゃええかもと思うかもしれないんですけども、ちょっと離れて見てみたりとか、次の日の朝になってみたりとかしたら、あれ案外良くないぞとかっていうことがあったりしませんかね。でそういう時のために、ちょっとこの動画を作っております。そういう時だけじゃないですが、ちょっといくつかパートに分けてお話していきたいと思います。でまずですね、一番多いのはやっぱり離れて見れていない。離れて見てください。作品を、自分の作品を一生懸命描いている時に、やっぱりたまに離れてみる。これは何かというと、本当に普通に美術館とか行ってもやっぱりまず引きで見るわけじゃないですか。ではなんかかっこいいなとか思って近く寄っていって、こういう風になってるんやとかっていう、まず引きを作らないいかんわけですよね。例えば簡単な話ですけど、例えば YouTube でももうなんかこうダン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 みたいなのがすごく多いですよね。でおじさんなんか恥ずかしいですけど、顔とか出した方が絶対いいですよっていろんな人に言われて、私もねクソじじいなのであまり出たくはなかったんですが、出してみるとやっぱり視聴回数が伸びるんやなっていう、単純なあれがあって、例えばそのサムネイルというのを作る時もやっぱりまず引きで見せるということをしますよね。で絵も同じなんですよ。でまず自分の絵をたまに離れて見てみると、全体像が見えてくるということが見えてきます。で全体像が見えて、自分の絵が人からどう見えてるのかっていうことを理解するということがまず大事です。だから頻繁に下がってみてみてください。で描くのが早くなるのも、実はそういう風にする人が離れてみたりする人が意外と早くなっていきます。これやっぱり的確になっていくんですね。で絵を描くときは、右利きの方は必ず左側からモチーフを見る。左利きの方は右側から見る、モチーフを見る。でもう本当によくあるんですけども、すみません、自己紹介しておくと、私一応大学の先生してまして、その前は予備校の先生とか専門学校の先生をしていました。本業は絵描きさんなんで、プロの絵描きとしてやってますが、教える仕事ももう20年以上やっております。適当に、略歴とかはこんな感じでございます。で何の話だったっけ。すごく夢中になって描いていっていると、どんどん猫背になっていくんですよ。それでモチーフを例えば左側から見るにしても、こうやって見てるんですよ。こうやって。そうすると、要は頭がすごく大きく動くから、絵の方に帰ってきたらそれですごいずれてしまうんですね。でやっぱり描ける人っていうのはピシューッと背筋が伸びてですね、腕が若干曲がるぐらいのところに画面を持ってきて描いてあげる。そして絵全体も見える状態、ある程度見える状態に、でっかい作品やったら見えませんよにしておいて、左側から見る。目だけを少し動かすような感じで見るということをします。実はこれ意外とできていない人がいます。そして左足を、ちょっと映ってませんが、左足を引いて後ろに描きながらも、絵全体とモチーフが、おじさん消えました、出てきました、左足を引いて描くっていうことを僕らは教わりました。意外と今の子たちはそこまでは教わっていないようなんですね。っていう感じでやります。でこれをやるだけでもだいぶ違ってきます。そして、それだけじゃちょっとまだまだ足らないので、例えば自分の絵が客観的に見えるってすっごく難しいんですよ。もう思い入れがいっぱい入っていて、一生懸命描いてたら入っていくわけじゃないですか。でも客観的に見るってどういうことかっていうと、人が見たらどう見えてるのかなっていうのを見つけてあげるというか、すごく難しいんですが、そのための一つの方法としては、今言ったように下がって見るのもありますし、
今やったらスマホで写真撮ってみてください。でスマホで写真撮ると実物より小さくなりますよね。で小さくなって見てみたらあれどんな感じかなっていうのを見やすくもなってきます。そしてスマホなんか便利で左上 iPhone やったら左上になんかこんな形の台形の形のがあって反転させるというのがあるんですね。ペットストペッとなります。やりますよ。これをペッとでそれだけでも例えば人間なんかやったらば顔とか反転しても一応人間なわけじゃないですか。これは私たちの頃は鏡を見なさいってよく言われていて、やっぱこれも当時25年前ぐらいは予備校でやってる人なんていうのは本当少なかったですけど、私はやってました。100円ショップの鏡を持って。そうすると形を直す時間っていうのがすごく省略されるんですね。でどうしてもその辺でこう猫背になってこうやって描いて離れてみて、なんか形違うわ、どこやろどこやろ、顔のとこ違うかな、違うってやってると実はすごい時間がかかっていきます。背筋を頑張って伸ばして腕を軽めに全体が画面が見えるようにで、よく本に書いてあるのは紙やったら紙の上から3分の1のところに目線の高さが来るようにしましょうとかっていう風に書いてます。意外とこう学生なんかとかでもそうなんですけど、いっぱい測ったんですけどって言うんですよ。測ってもなんかいろいろずれていったりするとずれてきます。必ずずれてきます。だから最終的には自分の目と、作品というのをしっかり見ながらややもするとこう絵の横に、作品を持っていったりするとすごく分かったりいたします。そういうことをぜひされてみてください。スマホの反転機能なんていうのはすごい便利だったりします。で全体を見ることによってそういう客観的な見え方が見えるということもありますし、もちろん形の狂いもありますよね。あとは色のバルール、デッサンでいうとトーンですね。トーンの狂いとかっていうのも気づくことができます。どういうことですか？トーンって何ですか？階調なんですね。色やったらばバルールという言葉に置き換わるんですが、ちょっと難しいですね。いきなりこう全体的に青い絵を描いていて、いきなり赤い色がボーンと置いてあったり、一箇所にボーンと置いてあったりすると飛んで見えたりしますよね。で飛んで見えることを要は、バルールが外れているという表現をします。で逆もしかりで、もう外れまくってる絵を描くんやったらそれはそれで OK なんですよ。でも外れてない絵を描きたいときはそういうふうにこの赤やなくてもうちょっと紫の方がいいかなとか、赤でもちょっとこうクリムソンレイキみたいな色がいいかなとかっていうことを離れて確認するという作業ができます。でそれはトーンも同じことで、ある程度こう整った色の中に思いっきり黒がボンとあったりとか、例えば消しゴムで練り消しかなんかでこすりすぎて、例えばよくありがちなのは消しゴムとかをいっぱい使いすぎると石膏デッサンなんかやともう鉄みたいな質感のものが出てくることがあるんですよ。でそれ本人気づいてないんですけど、白い消しゴムでギュッと引いてるからそこがキラッと光ってるんですよ。でそれがギュッギュッと練り消しとかで強く引きすぎてしまったりすると、消してしまいすぎてしまったりするとギラギラギラッと光って見えてしまっているということに気づかないということが起こったりします。でそういったことはこういうことによって、ある程度解消できますので、いろんな方法を試されてみてください。で今のは具体的に描いている最中のことであったりするんですけども、描き出す前にやっぱりプランニングを立てるということはすごく大事にしてほしいなと思います。よく絵描きさんが昔はこんなことをしてましたよね。今そんなんしてる絵描きさんいませんけども、こうやって片目を閉じて見てあげると画面にどういうふうに収まるのかなっていうのが想像できるわけじゃないですか。でまず頭の中で想像するわけですね。で完成するイメージというのをある程度こんな感じかなっていうのを立てるんです。でも書いていく時間が長ければ長いほど、書いている最中にこの辺ですね、何を伝えたいのかっていうことを忘れてしまうことが多々あります。何を伝えたいのか、例えば夜景を描きたいですって言うて夜景を描くとして、じゃあ描いていくとどんどん夜景の光ってるところをどんどんとたくさん描いていって出来上がったらあれなんか違うぞっていうふうに例えば感じることがあるかもしれません。じゃあ夜景は何によって美しいのか、ちょっと薄っぽい青っぽいなんかこう朝焼けの色の中、そういう動画も上げてますけども、の中に光ってるライトがすごい綺麗やった、海に映ってるなんかが綺麗やった、その夜景が綺麗やったということ、プラスアルファのことをやっぱり付随して考えておかないといけないですね。例えば紅葉が綺麗やったから絵描きます先生、赤い絵描きましたじゃなく、
緑がちょっと入ってたり黄色が入ってるとか水辺に映ってるとかちょっと青空に映えている何かが綺麗やからこの赤をこう見せたいんやっていうプラスアルファのところまで、エスキースプランニングの段階で考えてあげるようにぜひしてみてください。で、そしてその方法をですねどう伝えたいかっていうのは技術と構図って書いてあるんですけども、技術的なことは例えばどういう画材を選択することがベストなのかということを考えるのももちろんですし、どういうふうに描いていこう、細かく描こうかとか印象派風に描こうかとかっていうこともある程度明確に考えていくということも大事です。技術とあと構図ですね。構図はじゃあこの辺にこうした方がよりこれは鬼好評というのを私やっておりますが、その中でよく言っています。もうちょっと空を小さくしたらこっちが目立ちますよ、空を大きくしたらこっちが見えてきますよとかっていうことも初めの段階なんですよ。で意外とここの段階で大きくつまずいているなっていうかしっかり考えられているなっていう人はやっぱり上達が早いです。だから最近だとインターネットとかで画像とかが簡単に見れたりしますので簡単に見るのは結構なんですが、それをそのまま写すという作業とかをしていたりするとやっぱり構図とか出来上がってる写真とかが多いんですね。もちろんプロのカメラマンの人が撮ったりとかなんかしてたりすることもありますので、だからできるだけ自分でその辺は一生懸命努力すると構図とかも自分の構図とかも見つかってきますし、構図なんか本当は僕はもう絵描きさんとかプロの絵描きさん歴史に残ってるっていうことは意味があるんですよ。で歴史に残っているものからやっぱりヒントを得ていくっていうことが僕はすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。後の方で出てきますがそういう文脈とか美術史とかっていうこともやっぱり頭に入ってるか否かっていうのも大事かなと思います。で描いている時によく見られる悪い癖と書いてありますが、本当に離れて見ていませんとか、もう猫背になってます、自信がないですとかですね、もう本当自信がないとこれ芯が違いますね。はい、自信がないの芯は信じるです。自信がないとかっていうこともよく見受けられます。あとは道具です。道具はですね、例えば筆なんか一つでもなんかこう細かい仕事しようとしてるのにこんなごっつい筆持っていたりとか、逆にこんな大きい面積を塗ろうとしてるのにこんな細い筆で描いていたりとか、これ本当にあるんですよ。でちょっと大きい筆使ってみたらちょっとはいって言うて気づく感じなんですよ。もう逆に知らないというか、全部細かい筆で描かなきゃいけないんじゃないんですかみたいな感じがありますけども、例えば大きなハケでわっと塗ってみたり、細かいところは細かい筆で描いてみる。筆の種類も例えば絵の具をゴテッと乗せたかったらナイフで乗せた後絵の具をこう動かすであるとか何であるとか、豚毛の筆で描いてみる、筆の筆致ストロークを残すんであったら、それは目的とかのためにそういう道具技術というのがくっついてくるわけじゃないですか。その辺をやっぱり自分で精査してあげるということが大事です。あとよくあるのはパレットです。パレットはもうそれぞれでいいとは思うんですが、パレットに本当に絵の具をちょん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 ともう本当に何て言うんですか、もう5番の目状に置いていってしまう、オセロかよっていうような感じの人が案外いたりするんですよ。パレットってここにちょろっと書いてますが、絵の具を混ぜるとこと絵の具が出されているところっていう風にしておかないといけないわけですね。で混ぜるところっていうところにも絵の具を置いていたりするんです。でこれも案外本当にうまくならない人の一つなんですよ。でちょっとずつしか出さないです。ちょっとずつでこれはもう絵の具が乾くんですよ。で初めのうちはたくさん色なるべく出してあげていいと思います。量ももちろん含めなんですが、絵の具って出して多ければ多いほど乾きませんし、透明水彩の場合は後で水でシュ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 ってやればまた使えますので、多めに出してあげたりした方がいいと思います。アクリルなんかもそうなんですけども、少ないとすぐ乾きます。でもある程度出してると乾きはやっぱ遅いんです。表面積が広くなりますのでっていうこともあります。だからその辺の道具のことはしっかりと一回見定めて、もう一回こう見直してみてください。本当絵の具をケチるという人、もう画材全般ケチるという人はやっぱりなかなか伸びません。確かに100円ショップの筆とかでも使える筆があるそうなんですが、全部それで描いてしまうとやっぱりそれ相応の絵になります。で例えば色なんかでも青い絵の具とか赤い絵の具とか、ね、いっぱいいろんな色あって、やった100円ショップで全部描いたぜみたいな感じになる人もいるかもしれませんが、やっぱりいい色っていうのはある程度しっかりした顔料で練られていて、100円ショップのやつは体質顔料っていうのが混ざっていて、やっぱ安価に仕上げるための何かが入ってるわけですよ。やっぱ安いものって何かが
からくりがあるんじゃないんですか。あまり悪いこと言えませんが、だから導入としてはいいんですが、本格的にやりたいという人、意外と初めからいいものを使っといた方が僕はいいと思いますし、特に紙に関してはやっぱり初めに大体落ち込みます。安い紙とかで画用紙とかピュッと子供が書くようなんで水彩書いたらボコボコになったとかっていうのはもうよくあって、それで落ち込んでも書きませんとかっていうのがありますので、やはり水彩紙等ある程度いい画材を使用されることをお勧めいたします。で、最後にですね、やっぱり上達しない人のポイントとしては、例えばですね、僕なんか大学で教えていることも長いし、予備校も7年8年やってましたんで、その学校の中、高校とか中学の中では1番2番3番目ぐらいに上手だった子が美大を目指すとか、絵描きになりたいとか、何かになりたいかイラストレーターになりたいとかっていうふうに、学校に来るとか、なんかに、ね、大学に来る、専門学校に行くとかだと思うんですけども、大学レベルぐらいになってくると、その各高校のトップ3、特に東京芸大なんかも県で一番ぐらいの人が来ると思ったらいいんじゃないですかっていう風な感じがあるので、学校に入って落ち込むんですよ。わーって。で、もしこれで美大とかに行っている人が見ていたら、まずですね、落ち込まないでください。ほとんど続けませんので、もう8割ぐらい続けません、美大に行っても。だからコツコツやった人が何かになります。何かに。それは分かりませんよ。イラストレーター、ゲームのあれか、漫画家が絵描きか何か分かりませんが、コツコツまずやってください。その際にやっぱり目標を設定してください。なんか大きい夢を持とうっていう風に言葉を言うとなんか綺麗に聞こえるんですけども、なんか好きなものを徹底的に好きになって見られてみてはどうでしょうか。例えば野球選手になりたい中学生がいて、大谷翔平君知ってるって言ったらもう全員知ってますよね。イチロー知ってるって言ったら、もしかして10人中1人ぐらい知らない選手が出てくるかも、人が出てくるかもしれません。野茂英雄知ってるって言ったら、もしかして4、5人知らないかもしれません。じゃあ、美術に行きたい、アニメゲームに行きたいっていう人の中で、手塚治虫の中学生に手塚治虫の漫画知ってる？読んだことある？って言うと、多分ね、半分ぐらい読んでないんちゃうかなと思うんですよ。例えばルネサンスの三大巨匠って知ってるって聞いたら、多分レオナルド・ダ・ヴィンチは答えると思うんですよ。ミケランジェもギリなんですよ。ラファエロって出てこないんですよ。で、意外とそういう歴史的なことを知らなかったりするというのが後に出てくるんですけども、まず今はその自分の実力はそれでいいんです。もうそのぐらいではそれでいいです。で、じゃあそういうことの上で、じゃあどういう今までのアニメやったらアニメでもいい、歴史、美術、絵画やったら絵画でもいいです。その歴史をちょっと勉強してみてください。で、その際に例えば西洋絵画やったらば宗教とかが入ってくるからちょっとわからないっていうなったら、ちょっと宗教のことも少し頑張って勉強してみてください。今便利な時代ですよ。中田あっちゃんの YouTube とかでもほとんどそういうことをやってくれてます。私も見て、学生にこういうふうに教えるのが本当は大学の先生の仕事やったのにっていうふうに思い反省いたしました。よく学生にルネサンスの三大巨匠はって聞いてもみんな知らん、わからんっていう感じでこっちも落ち込んでましたが、これはやっぱり大人の責任でした。私たち伝える側が伝えきれていなかった、面白さを、美術の面白さを伝えきれていなかったというのはやっぱ大人の責任だと思うんですね。じゃあダヴィンチって何がすごいんやろうとかっていうのを見てみたりとか、ミケランジェロのこの作品って21歳の時作ったんや、これ65歳の時やとか見たりするとまた面白くなりますし、そこから影響を受けたとか、バロックっていうのはこういう運動から全く脱却したとかっていうことを勉強していくと、実は今の歴史とつながっていって近現代の話とかとつながっていくことも多々あります。スティーブ・ジョブズが、ミニマルアートというのがすごい好きだった。ミニマルアートって何っていうこととかを勉強してみたりすると、今のテクノロジーとすごいつながってくることとかもあります。だからとにかく自分の今の実力をまず理解することは大事です。できないことはできないでいいんです。じゃあ何ができるかなっていうことをまず考えてみてください。その中で例えば、じゃあ特化してクロッキー、形を取る練習しようと思ったらクロッキーというのがよくおすすめされています。で、私個人的にはクロッキーは大きいのでまずやってみてください。そしてコンテがいいと思います。鉛筆とかよりもしっかり線が出て消えない画材でやった方がいいです。要は自信がない子ってもどうしてもちっちゃくなって薄く描きます。ブリ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 って書いてみてください。グリ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 っていう風に書いてみても、黒線ってで1回書いたらもう離れてみたら、うわ
20分ぐらいで例えば書くじゃないですか。お友達同士でやるとか、絵画教室でみんなでじゃあちょっと放課後残って30分ぐらいみんなでやりましょうとか言って10分を3倍やるでも何でもいいんですよ。その際鉛筆で薄く書くんじゃなく、もうはっきり分かるように、いいか悪いかがはっきり分かるぐらいのクロッキー、そういう動画も上げておりますので、ガッと書いてみるとか、私はボールペンを使ってちっちゃいのも書いてました。あれっていうのは構図と一発で決めるということの訓練のためにやってました。要はその時の私の実力では一発で決めるということがなかなかできなかった。そんな際にアングルという人のデッサンを見て、わっ、この人は線一本で立体感を出すことができるんだっていうことに気づいてしまって、そういうふうに自分では努力をいたしました。だから皆さんも今の実力というものをちゃんと理解することも大事です。よくありがちなのは、自分の好きなことだけやったらできるっていう子がいるんですよ。この2次元からこの2次元に移すの私すごい得意ですとか、タブレット上で書くの私すごい上手ですとかって自分では言ってるんですけど、僕が見るとなんかちょっとやっぱり解剖学とか分かってへんなとか、人体の骨格分かってへんなとかっていうのは多々あります。だから今の自分の実力を分かった上でどういった努力をすればいいかっていうことを理解して、あとは絵画史をしっかり勉強する。絵画だけじゃなくて、そのアニメでもゲームでも何でもいいんですよ。歴史を勉強するとすごく面白いですし、例えば近い作家さん、近い年代の例えば20個上のすごい絵師さんがいます。じゃあこの絵師さんはどういう経歴たどってったのっていうのを調べてみてください。どういうゲーム作った、どういうアニメ描いた、どういうイラスト描いた、何でもいいです。絵描きさんやったらこういう絵描きさんがいて、じゃあその絵描きさんはどういう人に影響を受けた、どういう画廊で個展をしたとかっていうのを歴史たどっていくと、ちょっとその勉強の仕方っていうのが見えてきます。そしてこれ大事ですね。最後、人の意見を精査する。私が言っていること全部全てではありません。小木さん間違うとんだって言ったらそれはそれで結構です。ちゃんと自分で選べる力を持たないと、特に若い子なんか見ているとすごくありがちなんです。前に先生にこう言われたんです。高校時代にこう言われたんです。ある子は言うてました。写真の撮り方があまりうまくないって言われました。13、4、5、6、7、8、9、10、20。そんなんで決まらないですよ。やっぱり練習訓練していって上手くなっていくんで、ここはこうだよっていうふうにやっぱり言わないといけないし、ある学生さん、昔の学生は色彩感覚がないってここの先生に言われたって言ってました。それ大学の4年生の時僕それ聞いたんですよ。ってじゃあずっと高校3年生の時から悩んでたの？はいって。全然そんなんはもう精査してください。もう私はそれはクリアしたぜぐらいの気持ちで、逆なんですね。自分が得意なとこなんやろな。例えばセコデさん書けへんくても生きていけます。全然生きていけます。じゃあなぜセコデさん書けないのかっていうことをちょっと考えてみられるといいんですね。木炭デッサンってめっちゃ難しいですっていうふうに、例えばもうポンとしたらポンと取れますんで、例えば池田学さんのお話ちょっと出させていただくと、池田学さんってもう超有名なペン画のね、世界的に有名な方ですけども、受験の時木炭デッサンより鉛筆デッサンの方が好きやった。ずっとプラスの重ねていく作業。木炭はどっちかというと引いたり足したりせなあかん。だから鉛筆の方が好きやったから芸大のデザイン科を受けたっておっしゃってました。だから自分の好きなこととそうじゃないことみたいなのの精査ができていると、その辺で、言葉の選択もできますし、どういうふうに、今後進んでいけばいいかっていうことも分かってくると思います。池田学さんの面白い話で、本当になんかこう卒業制作を書こうとしていて悩んでいた時に、黒木町にエスキースを書かれていたんですって。そしたらその担当教員の中島千奈美先生はいつも手を動かされるんです。これ中島千奈美先生から僕は直接取材をさせていただく機会が雑誌社の企画で今から20年ぐらい前あったんですけども、その時にお話聞いたんですけども、たらその黒木町はあといろいろこうアイデアはあってペンで書いてるんですね。でもそれ持ってって何書いたらいいか分かりませんって言ったら、中島千奈美さんは分かったんですね。そのペンがいいじゃないかと、黒木町に書いてるペンがいいじゃないか、そのままやりなさいよって言ったっていう話があるんですよね。だからどこで目がポッと開くかっていうのも分かりませんし、本当に自分が得意なこととそうじゃないことっていうのはある程度精査しながら、もちろん不得意なことをカバーしていくことは大事ですが、得意なことをとにかく伸ばしていく。そのためにはとにかく離れてみる、いろんなこと、この辺のことを踏まえて、やっていくとぐっと成長していくと思いますよ。ぜひで、よくわからないなとか見てほしいという人は鬼好評の方にご応募ください。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。